どうも皆さん、森のニーナです。皆さん、今のホームケア、スキンケアに満足してますか？と、今日は2年ぶりに私が本気で高いお金を出す価値があると思えた美容医療を紹介していきます。そうなの、実はもうこの動画から2年経って現在35歳になりました。でもなんと肌年齢今もなお23歳をキープしております。その秘訣はやっぱり日々のホームケアで肌を整えつつ、ここぞというタイミングで美容医療を取り入れること。ホームケアと医療の合わせ技がやっぱ最強ということで、現在35歳になった私がこれをやってよかったともう心から思える美容医療を5つ厳選して紹介します。今回の内容は曲がり角をも対応できたエイジングケアを中心に、デンタル、体型改善までもケア、効果の持続性やコスパ、リアルな体験談もたっぷりお話しするので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは始まります。スタート。では早速1つ目、この調子が良すぎる肌を保ってくれてる美容医療はジェネシス。これは20分から30分間レーザーを顔に当てるだけという治療です。やり方はとってもシンプルなんだけど、結果を見た時の感動がすごいんです。この施術では肌の表面と内側までアプローチできるので、30代から起きるひどいくすみも透明感出るし、コラーゲンをね作り出す力が強いので、肌のしぼみが復活して見た目がピカピカになるのが一番の特徴です。レーザーなのに目の周りの近くまで当てれるっていうところも他のレーザー治療との大きな差別化だなと思います。始めたきっかけがあって、肌の曲がり角って具体的に皆さんにとっては何だと思います？私は肌のしぼみ、去年末ぐらいから肌が急にしぼんだ気がして、老化し始めが私は大事だと思うんですね。だからもうこれは一刻も争う、やばいと思っていつも通ってるエステで、そろそろ本格的に老化を食い止めるメンテしたいんですけど何がいいと思いますかって相談したら、ジェネシスみたいな。エイジングケアにはもってこいだし、その上毛穴も引き締まるし、張りも出るし、色ムラも赤みも整って透明感が出るって聞いて、みたいな、そんなものがあるのみたいな。調べたら、もういつも参考にしてる石井美穂さんっていう美容家さんが月1でやっぱずっと続けてるレーザー治療がジェネシスって言ってたんですよ。それじゃんと思って即予約しました。作用の仕方は、表皮でレーザーの熱が古い角質を柔らかくして、表面の角質を整えてくすみ改善、透明感を出す。神秘へのアプローチは熱エネルギーが神秘層まで届いてコラーゲン作るのを促進してくれる。だから張りとか弾力が増して小じわとか毛穴の開きが目立たなくなる。さらに血流改善するので顔色が良くなったり、疲れた印象も薄れる。で、細胞への酸素供給が増えて肌全体が元気になるような効果も期待できる。痛みはねほとんどなくて、ほんのり温かいシャワーを浴びているような感覚が気持ちいいし、幸福感で、仕上がりはこんな感じ。赤みが引く効果も高いんですけど、赤みなくなるとこんなにも肌白く見えるのって驚きました。価格帯で言うと私が知ってる一番安いので5390円けどね、これはかなりレアケース。その他は結構ね初回で1万円ぐらいでやってるところも多いんだけど、基本的には1回1万5000円から3万円ぐらいが相場。私が行ってるところは1回2万3000円。ピーリングとかフォトフェイシャルに比べると1回の料金が高いなーって感じたんですけど、引き締め、張り、色ムラ、赤み、どれもしっかりちゃんと効果出るんですよね。だから私はお得って感じました。だってお金だけじゃなくて時短にもなるから、肌負担軽減っていう点でも私は大きいメリットだって思いました。私は去年末ぐらいから通ってます。この動画さ2年前なんだけど、多分ね私この時より肌ね絶対引き締まってると思う。やってから実感した効果は、肌がしぼんでないとメイクのノリがいいんだよね。しぼんでる時ってドヨンとするというか、やっぱり肌に張りが出てキメも細かくなって小じわも目立ちにくくなって毛穴もあんまないから綺麗に乗るんだよね。正直1回目ではちょっと張り出る気がするみたいな。これが面白くてさ、2回から3回目くらいで前回よりも効果出てるみたいな。直後よりも施術数日後肌がグッと復活してるっていう。1年経ってみて、一時期の曲がり角がひどくて肌がしぼんでた時に比べるとマイナス3歳から5歳ぐらいになったんじゃないのかなって
思う。まとめると、毛穴の開き、くすみ、小じわ、たるみなど複数の肌悩みに対応してくれる施術です。肌のリセット感が本当に素晴らしい施術ではあるんですけど、やっぱ効果に個人差はあると思うので、興味がある方はね、事前にクリニックの口コミとか評判とか調べてみた方がいいと思います。はい、続いてのおすすめ美容医療は T シーズの新調。 T シーズとはこれなんですけど、自分の歯を削らず白く見せたり形を整えたりすることができるという、まるで魔法のような技術です。嬉しいことにね、私の歯を気になってくれる方が多くて、ホワイトニングとか歯のケアどうしてますかってね、質問すごいいただくんですけど、この白い歯は張ってるんです。で、どうして T シーズの新調かというと、5年前につけたものを今年新しく変えました。貼るだけで白い歯を楽しめるっていうところが利点なんですけど、ホワイトニングを選ばずこれにした理由は、一番はね、変色しないから。ホワイトニングしてる時とか、コーヒーもカレーとかも紅茶も色が沈着しやすいものを避けなきゃいけないし、それを控えなきゃいけない期間耐えられないなと思って、これは変色しないので、着色しやすい飲み物食べ物を気にせず白い歯を楽しめる。2つ目の効果、形を変えるっていうところなんですけど、以前私はこのように小さいでしょ、小さくてへこんでるんですよ。小さくてへこんでるっていうところも直したくて、私はこの T シーズを選びました。これが最初の時の T シーズだったんですけど、コンプレックスがなくなった時の感動は今でも忘れられません。この5年前に装着したものでも全然満足だったんですけど、思い切って今年付け替えた理由は、この T シーズが進化してたんですよ。以前のものよりより自然に、より強度も高く、精密に、よりリアルな見た目の歯を再現できると思ったからです。口をちょっとアップで見せるのすごい、すいませんね、ちょっと近づきます。はい、こんな感じです。どうですか？もうグレードアップしてません？綺麗じゃない？以前のものよりも自然な光沢、色合い、より自分のこの口元、歯に馴染んでいて、これもね、また感動しました。今回は形を変えただけじゃなくて、以前この前歯6本だけだったんですけど、8本に増やしたんです。前はこうやって笑った時に、ここだけ自分の歯が見えてたので、色の差が出てたんですよ。だけど今は笑った時に全部の歯が白くなってます。横から見ても笑った時の印象が良くなった気がします。プロセスで言うと、予約、カウンセリング、シミュレーション、申し込むで2週間後ぐらいに装着。来院数本当に2回で完了しちゃいます。料金は通常プランで1本62,700円、お急ぎプランの場合74,000円。色とか形を相談して、その後狩り場を使ってシミュレーションしてくれるんですよ。3番目があると、やっぱりキュッて引き締まって見えますし、犬歯がこうドーンと大きくならないので、両方ともこう4番目の方から隙間を埋めてるようなイメージです。厚みそんなに大きく変えてません。いかがでしょうか？画像とかじゃなくて、実際に自分の歯の上で狩り場を組み立てて見れるんです。完成後のイメージがつきやすいっていうところがめっちゃいい。ラインのメンテナンスも大事なんだけど、この5年間使ってみて思ったのは、本当に日常のケアが大事。まず歯磨きで言うと、裏側まであるから、裏側の装着部分とかもなるべく綺麗に磨いてあげたり。T シーズの場合は歯茎のこの上じゃなくて、ここを磨かないといけない。最初のうちはフロスが入らないから、歯間ブラシとかを私は使ってました。ちなみにクリニックの方は、欠けちゃったりそういったリスクがあるからなるべく使わないようにって言われてたんですけど、私は歯間ブラシを使っちゃってます。デメリットとしては、下から見ると分かります？ちょっと見えるんですよ、貼ってるのが。でも前のやつよりも今回貼り替えたやつの方が下がカバーされてるのか見えにくいです。向いてる人は歯がちょっと奥まってるとか、歯が小さくて少し大きくしたい。でも T シーズは貼る前より少し出るんですね。だから歯の存在感も多少増すので、もともと歯が出てるとか歯が大きいなと感じてる方は向いてないかもしれない。でもやってみたらやってもいいかもって思えるかもしれないので、気になったらちょっとカウンセリングとかするのもありだと思います。興味がある方がいれば概要欄貼っておくのと、質問があればコメントでお答えしていきます。私のね経験が少しでも参考になれば嬉しいです。はい、3つ目やってよかった美容医療は肩ボトックスです。肩ボトックスは数年前から流行りだしましたよね。ただめちゃくちゃ高くて、だけど最近お手頃にできるようになったので最近やってます。
。ボトックスっていうのはいろんな作用のさせ方があるんですけど、私の用途としては肩の筋肉にボトックスを注入して筋肉の緊張を和らげる、筋肉の働きを弱まらせる。これにより肩がほっそり見えるだけじゃなくて、肩が少しこうやって下がるので首を長く見せる効果があるんですよ。私骨ストなので首が短い、詰まってるっていうのが13歳の時に気づいて、そっからずっとコンプレックスなんですよ。もう泣きたくなるぐらい。大人になるにつれ、いろんな人がいるなぐらいの感じで受け入れつつはあったんですけど、どうしてもやっぱ首が長い人への憧れっていうのはずっとあって、思い切って肩ボトックス始めました。今はちょうど切れてんじゃないかな。でも前よりマシになった気がする。施術はもうとっても簡単。カウンセリングを受けた後に注射するだけ。肩に数回もうチクッとするくらいの痛みで、施術時間もほんの数分です。私がやってる時に実感したのは、少し重たくなる感じ。私の場合1回の施術で十分効果は実感できました。ストンと落ちやすくなって肩から首のラインが綺麗になりました。ただね、ここがほっそりするとちょっとここの筋が出た気がする。だからこれがもしかしたら老けて見える人もいるかも。だけど全体バランスとしては、私はここがほっそりしていた方がおばさん体型に見えづらくなる気がしたので、そっちを取りました。見た目だけじゃなくて肩こりも改善する施術らしいんですけど、そこに関しては私あんまり効果を感じなかったです。むしろ肩ボトックスの後は重くなるし、マッサージもできないし、あんまり過度なストレッチができなくなっちゃったから、肩こりが逆に辛くなってました、私は。それでも見た目の変化には、結構感動もの。アラガン製品40単位22,000円、80単位44,000円、韓国製だと40が16,500円、80単位でも33,000円。もうほんとありえない。昔一瞬やった時の十数万返してほしい。持続期間は早くて3ヶ月で切れちゃうんです。長くて6ヶ月。効果を維持するには 2,3 ヶ月ごとに通うのがおすすめらしい。どんな人におすすめか、首とか肩の見た目に悩みがなかったらやんなくていい。ここに関しては個人差が結構あるらしくて、ほっそり見えなくて変化がなかった友達がいて、そういう人もいるわけだし、本当に悩んでて改善しないリスクも加味して、それでもどうしてもちょっとやってみたいっていうんだったらやってみてもいいと思います。骨との首の短さが気になる人にはすっごいおすすめ。続いてもみあげ脱毛。その名の通り顔周りのもみあげ部分を整えるための脱毛です。名前出したりとかすると叩かれてしまうかもしれないんですけど、石原さとみさん垢抜け前の画像みたいなのたまにネットで回ってくるじゃないですか。その時の石原さとみさんのもみあげに結構似てるかも。重さでも今の綺麗なもみあげになってるのを見て、いつか私もと。ただやることによって顔が大きく見えてしまわないか、変な形になったりしないかという懸念があって、なかなか踏み切れなかったんですよ。でも今年ちょっと気分が落ちてしまっていた時、落ち込んでる暇があったら綺麗になる労力に注いでみようと思って、これがこうなりました。施術は薄くしたい箇所、なくしたい箇所、カミソリで沿ってレーザーを当てて気になる毛を徐々に減らしていくという。施術中の痛みもほぼないですね。料金がとてもお手頃なところが魅力なんですよ。安くて3,000円、高くても6,000円ぐらい。頻度としては3ヶ月から6回、それでも十分効果得られます。完全になくすってなると6回以上だったりとかするんですけど、薄くするくらいだったら3回くらいですねって言われてたんですよ。でも1回でもかなり毛の印象が軽くなったので長引かずに済みました。受けて良かった点は、横から見られてもまだちょっと気持ちが安心するようになった。横から見られるのが本当に嫌で、ただでさえ私このエラが結構しっかりしてるところも苦手だし、さらにはもみあげも濃いってなるし、あと耳も大きいし、もうね、横顔が嫌すぎて、だから1個でも嫌だな、恥ずかしいなと思うポイントが解消されてすごい良かった。以前より女性らしい印象になって、いい意味でか弱い感じになれた気がします。注意点なんですけど、料金の面ではすごい求めやすい施術なんですけど、デザイン、私はねデザインが上手な方を探して行ったので良かったんですけど、基本的にはお店の人がデザインを決めてくれることってなかなかないんですよ。デザインしてくれる方を見つけるか、自分でネットの写真とかで見比べてしっかりデザイン決めるのがおすすめ。ただね、私も完全にこのデザインで決まりだって気持ちが固まっていって
たわけじゃないんですよ。最後まで分かんなかった。だけど行く決心がついたのは1回で完全になくなるわけじゃないから、ちょっとずつ薄くなっていくもみあげを見ながら徐々にデザイン調整していけばいいやって思いました。リアルにね26からもみあげ脱毛しようとしていたのに35になってやってみた感想としては、いざ始めてみたらデザイン調整しながら進められるし、もっと早くやればよかったなって思いました。最後アートメイクです。眉のアートメイクいろんな種類があるんですけど、私は 3D という毛流れを一本一本描くようなアートメイクをやりました。眉毛の形や濃さを整えられる施術で、すっぴんでも綺麗に眉毛がある状態にするのが特徴です。価格ラグランでは2回セットで6万7万くらい。私も昔ながらのアートメイクを15年前に入れて消したんですよ。毛流れに沿ったメイクでは出せない自然さっていうのもどうしても手に入れたくて思い切って入れちゃいました。すぐなくなっちゃうとかって聞いてたから心配してたんですけど、人によるかも。あとやっぱアフターメンテがほんと大事。ちゃんと保湿をするとか、施術の流れ、まずはカウンセリング、これが一番時間かかるかも。自分の理想をきちんと伝えることが大事。アートメイクをしようと思ったきっかけになったお悩みとかは？メイクでは出せない毛並み感みたいなのは、アートメイクで入れないとできないなと思って、流れをしっかり出したいけど、眉毛描く時にどういうのが困ってて、どういう形になりたいかなっていうのをちょっと、描かなくていいようにするっていうより、土台を作って、上からパウダーでちょちょっと済むような感じ。あくまでもすっぴんの自分の眉毛の足りないところと、ちょっとした左右差を極力なくすことに近づけられたらなって思います。事前にある程度理想の眉毛を描いて完成させていったんですけど、それでもやっぱカウンセリングの時は微調整に時間かかります。ビフォーちょっとグッとなりますね。すごい。ではある程度位置決めなんですね。その中でなりたいイメージとか雰囲気とか好みとかに合わせて変えられるので、ちょっと書いていきます。はい。なんかいい気がする。均一になった気がします。一応ガイドラインとしては、シミュレーションの時は完成形をね想像しづらいんですよね。そこが一番課題かも。いろんな人のアートメイクの施術過程とか見た方が、自分がシミュレーションした時により想像しやすくなると思う。麻酔クリームを塗って針を使って傷をつけていくというか、でその上から色素を入れていく。ちょっと色を入れる時に染みるくらいだけど、その過程は結構すぐに終わります。眉が整ってるだけでも結構顔の印象が引き締まる感じだし、メイクもしやすくなったのでやってよかった。アートメイクをしてから眉毛が消えちゃうとか、すっぴんでも眉毛が綺麗にあるだけでメイクを落としていてもいつもの自分でいられる安心感が得られるのが眉アートの最大の魅力だと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日は私のやってよかったおすすめの美容医療でした。4つだけにしようと思ってたんですけど、アートメイクをねどうしても入れたかったんですよね。今初めて流行ったわけじゃないから今更感あるけど、意外にね眉アートのレビューを YouTube で紹介してる人がまだまだ私は少ないと思っているので、気になる方はねこちらの動画でも詳しく紹介してるので見てみてください。肌メンテナンスと T シーズの施術シーンとかはねこの美容 Vlog でも紹介してます。最近ねカラコンいいの探してるんですよね。今日はチューズミーのリリーベージュっていうのを試してみました。どうですかね。最近コスメ効いてくれるので紹介すると、バニラコピーチソルベマックのトープ重ね付けしていて、ツヤはねコスデコのコンシーラーパレットの左上のハイライトます。それでは皆さん忙しい毎日でも自分のペースで美容を楽しんでいきましょう。それではこの動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。